んにちは、グッドオンの庭です。これから半袖 T シャツの季節ということで、今日はグッドオンの定番の T シャツを、5型、紹介していきたいと思います。グッドオンでは T シャツの生地が大きく分けて 5.5 オンスと、9オンス2種類ご用意してるんですけど、その中から今回はロングセラーの、5.5 オンスを、4型とヘビーオンスを1型ですね、紹介していきたいと思います。それでは1着目ですね、ぜひ紹介してみましょう。はい、まず1個目ですね。もうグッドオンの顔、一番メインでも一番長く作ってるロングセラー商品、ショートスリーブクルーティーですね。これが一番空張りが多くて、サイズも S から XL までで、色によっては最近 WXL っていう、ちょっと海外向けにもともとお作りしてたサイズなんですけど、そういうサイズも出てきてます。グッドオンの 5.5 オンス T シャツは全部丸胴編みって言って、胴回りが筒状になっていて、縫い目がついてないタイプですね。一般的な T シャツだと横割りって言って前と後ろの生地をくっつけて両脇で縫い付けてるのが一般的なんですけど、グッドオンは丸胴編みっていう、肌への当たりもストレスなくて、で洗ったりとか乾燥した時のねじれとかも出づらいっていう T シャツです。で、特徴としてはあと首周りですね、2本針の、フラットシームっていうフラットな縫製で、リブとボディを挟むように、縫製してます。で肩周りもずっとこの2本針の縫製、裾も2本針の縫製でフラットに仕上げてます。で内側に、タコバインダーって呼ばれるこのテープの縫製ですね。上から、T シャツと同じ生地をかぶせて首から、肩を沿ってここまで、ずっとテープが一周つながっていて、肌への当たりがすごくソフトで、強度にも優れているという、アメリカの T シャツの一般的な作りを踏襲しているような、本当にボックス型の、ベーシックな T シャツになります。ちょっと分かりやすいように今回着てもらってるんで登場していただいていいですか。お二人に村井くんと佐藤さんに、着てもらってます。じゃあ佐藤さん、身長はおいくつぐらいですか。161センチです。161センチで今 S サイズ着てもらってますね。もうジャストサイズ、女性の方でも気軽に着やすいサイズ感で作ってます。男性の方でも小柄な方で結構着ていただく方多いんですけど、女性の方には S とか、M ぐらいで選んでいただくのが、基本的なサイズ感っていう感じですかね。はい、どうですか。もう楽に着れる感じ。そうですね、長さも程よいので中に入れてもこのまま着てもすごく可愛い丈かなっていうふうに思います。やっぱり横に縫い目がないのですごくさらっと着れて着心地がいいです。そうですね。はい。浦井くんが、身長は174センチです。で、今 L サイズ着てもらってます。インナーにタンクトップ着てるんですけど、それでも本当にスタンダードなサイズ感で着用できてるので、普通にサイズ選びするならこれぐらいのサイズで選んでいただくのが一番ベストなのかなと思います。そうですね。はい、こんな感じですかね。はい。はい、続いても、大人気のロングセラー商品、ヘンリーネック T シャツ。僕も着てるんですけど、一般的なヘンリーネック T シャツよりもグッドオンの場合は割とちょっとシンプルというか、華奢な作りにしています。通常ヘンリーネックの T シャツだと一般的なのは前立ての部分もう少し太くて生地の上に前立ての部分を縫い付けているものが多いんですけど、あくまでグッドオンの場合は、普通のクルーネックの延長というか、あんまり気負わずに着られるようにちょっと前立て細くしてここもフラットな縫製にしてます。内側に前立ての部分が入り込むような形にしていて、肌への当たりはちょっと内側張り出てるんで若干あるんですけど、ただ見た目はすごくスマートで、ちょっとシュッとした感じに見えるように、ネックのこのバインダーリブっていうんですけど、ここもちょっと細めにして、で上からロックステッチをかけてることでちょっと風合い感というかアメリカの T シャツっぽさを出してます。分かりやすいのだと顔料染めしてるものとかになるとここのステッチが結構効いてきて色あせ感とか当たりがすごく綺麗に出るようになってますね。でネックの部分、この前立ても
どんどんこう洗っていくと当たりが出てきて、よりこう濃淡がくっきりして立体的な見た目になるようになってます。最近この何年かでやっぱり男女問わず結構人気また復活してきてるんですけど、ヘンリーネック自体がもともとの成り立ちとしてイギリスのボートレース、ロイヤルヘンリーレガッタっていうボートレースのユニフォームとしてもともと出てきたスポーツウェアのディテールなんですね。でそれがその後、1900年前後から、アメリカで使われるようになって、ワークウェアとかミリタリーのアンダーシャツとして使われるようになってきたんで、結構いろんなジャンルでこうファッションに取り入れられるこうアイコニックな T シャツというか、ジャンル問わず結構着られるものなので、普通に丸首の T シャツの感覚で全然着ていただいていいと思います。基本的なサイズ感としては、最初に紹介したクルーネックの T シャツと同じ丸胴編みのボディを使っているので、サイズ感は同じです。で、さっきと一緒で佐藤さん S サイズ着てもらってますね、はい、ジャストサイズ。女の子だとちょっとこう1個ボタン開けてきたりとかしてもまた雰囲気が出てかっこいいかなと思います。村井くんが、さっきと同じ L サイズ着てもらってますね。男の人だとサスペンダーつけたりとかジャケットとかベスト羽織ったりとか、ヘンリーネックってちょっと T シャツに比べるとちょっとドレッシーな雰囲気もあったりとかで、 T シャツのカットソー感もあったりとかするんで、本当いろんな着方できるから、特に男性の方はいろんな着方で遊んでみるのも面白いかなと思います。で一応僕が XL 一番大きいサイズ着てますね。お次が、ポロ T、 こちらですね。ボタンダウンの襟付きの T シャツになります。T シャツの生地なんで本当に気軽に着れるし、お洗濯も簡単にできるんですけど、割とフォーマルな雰囲気もありつつ、着心地は T シャツのままっていう、これも結構人気商品です。顔料染めの方で見てもらうと分かりやすいと思うんですけど、こういった形で前立ての部分とこの大襟の襟の根元の部分ですね、こうステッチをこう走らせて補強しているので、生地がこうくたっと倒れたりしないで、割と長く使い込んでいっても形がそのまま崩れないでずっと綺麗に着ていただけるようになってます。で洗い込んでいくとどんどんこの襟の周りとかステッチの部分の色あせがくっきり現れてきて、すごくこう経年変化も楽しみながら、ちょっとこうおしゃれな感じでもジャケットに合わせたりもできるし、割とちょっと最近だとリモートワークとかネットの会議とかで着られるっていう方もすごく多くて、割と大人の方でも気軽に着れる、シャツ型の T シャツですね。この T シャツに関してはこの反応染めっていう色あせしない、割とこう上品に着られる綺麗な色もすごく人気で、こういう色だと最近はこうお仕事で着られる方とかもいらっしゃって、実際着ていただいてるんで、ちょっと登場していただいて、サイズ感はこれも同じ 5.5 オス丸胴編みのボディなんで、今まで紹介してきた T シャツと共通のサイズ感になってます。で同じく佐藤さんにはまた S サイズ着てもらってますね。普通のカノコのポロシャツとかと違って、やっぱ T シャツならではのカジュアル感もあって、いろいろなコーディネートを楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。サイズ感も S でバッチリって感じですね。そうですね、すごい着やすいです。これで多分 M とかちょっと大きめになるとやっぱりデザイン的にちょっと決まりづらいかなと思うので、そうですね、これはやっぱり男女ともにジャストサイズで着ていただけるのがかっこいいかなと思います。で村井くんにはさっきご紹介した反応染めのブラックで L サイズ着てもらってます。パッと見 T シャツとは思えない感じの割とカチッとした結構かっこいい雰囲気になってると思います。村井くんはやっぱ L、M でももしかしたらいけるかもしれないですけど、 L でちょっと余裕ある感じですかね。そうですね、本当に先ほどおっしゃってた通りで、なんか無理に大きく着るというよりかは、これぐらいスタンダードなサイズ感で選んでいただいて着ていただいた方がデザインに沿った着方ができるのかなっていう感じがします。かっこいいと思います、はい。あといくつか定番、5.5 オンス T シャツ、これが
ポケティですね。クルーネック、最初に紹介した T シャツのポケット付きバージョン、これも同じような作りで展開してます。あとは V ネックの2型ですね。 V の、ポケなしポケありで作ってます。でうちの V の場合はちょっとこう丸みのある V ネックが特徴的で、同じくタコバインダー付きで割と丈夫な作りになってます。これも定番で、お作りしているので、ぜひ選択肢の一つとして、試してみてください。続いては同じく 5.5 オンスジャージを使った、オープンシャツですね。これも結構何年もロングセラーの人気商品で、T シャツ生地なんでやっぱり着心地は T シャツそのままでメンテナンスとかもT シャツと同じようにガンガン選択できるし、 T シャツの代わりとして着れるんで、上にカーディガン羽織ったりジャケット羽織ったりとか、ショートパンツに合わせて上下セットアップみたいな感じでも着れるし、T シャツ生地なんで中何も着ないで素肌に1枚でこれだけ着ても全然肌触りも気持ちいいし快適なんで、ちょっとうちの T シャツ定番のものとかに飽きた方とか気分変えたい方にもおすすめの一着ですね。これまでと同じで佐藤さんに S サイズ、村井君に L サイズ着てもらってます。こんな感じで T シャツの上にさらっと羽織ってもいいし1枚で着てもいいしっていう、見た目はね割とカチッとしたこうオープンシャツですけど、着心地は T シャツそのままっていう感じです。普段からこういうオープンカラーのシャツは好きで着用したりはするんですけど、やっぱりどうしてもレーヨンとかを使ってるものが多いと思うので、その点やっぱりコットンで作ってる分デイリーケアがしやすいので日常着として着やすくて使いやすいなっていう印象はあります。はい。私はあんまり半袖のオープンシャツっていうのは持ってなかったんですけれども、今実際に着てみてこう手で触ってみていろんな着方できるのかなっていうふうに思ったので、ちょっとこれから着ていきたいなというふうに思いました。はい、最後に9オンスヘビージャージーの、大人気商品ですね、ラグランのポケット T シャツです。9オンスのヘビージャージになると割とこう生地に張りがあって伸縮性がやっぱり 5.5 オンスの T シャツに比べるとちょっと少ないので、もともとそれを考慮してこうラグランスリーブにしてたりで、身幅もちょっと広めにして着心地、脱ぎ着のしやすさとか動きやすさっていうのを確保してます。でヘビーオンスのジャージになると横割りって言ってこの両脇に縫い目がついてます。前後のボディを、くっつけて両脇で縫い付けてるような作りになってます。で特徴はちょっと後ろの身ごろを長くしてここにこうスリットが入ってるのでデザイン的なアクセントになってたりしますね。はい、はい。佐藤さんが、S サイズ、村井くんが L サイズ着てもらってます。はい、どうですか？やっぱり分厚い分こう体の線はさっきのものよりもより出にくくはなっているかなと思うので、あとはスリットも入ってて後ろの方が長くなっているのでこうお尻まで割と隠れるだけなので、こう体の線気になる方とかはこっちの分厚い方を選んでいただいてもいいのかなっていうふうに思いました。そうですね、確かに。割とあとは本当に生地がしっかりしているのですごく安心感を感じながら着用できる印象があるのと、だからといってやっぱり身幅少し余裕があるサイズ感になっているので、着ててもそんなに着苦しくなくてすごく着用しやすい印象がありますね。そうですね、見た目的にもやっぱり結構こう武骨な感じというか生地感がしっかりしてるんで、より高級感っていうか T シャツの中でも割としっかりした感じに見えると思います。こちらですね、同じ9オンスジャージで、バリエーションとしてはこれが、無地の T シャツ、ポケットも何もついてなくてクルーネック、セットインスリーブっていうボックスのボディに、袖だけくっつけたタイプですね、お作りしてます。サイズ感は先ほどのラグランのポケット T とほぼ同じサイズ感になってます。よりシンプルになってますね、作りは。はい、あとはスタンドカラーの、ラグビージャージ、
ちょっとこうクラシックなラガーシャツのディテールを T シャツに落とし込んだ形で、これもラグランスリーブになってます。あとは、フットボール T シャツ。これは、この胸から上の部分、肩の部分は生地を横使いしていて、ボディの部分は縦使いしているので、こうステッチを境にちょっとこう生地が切り替わっているような感じですね。洗っていくとどんどん色あせしてこの生地のこう差が出てくるので、その辺も楽しめるかなと思います。はい、サイズ感は全部共通になってます。 S から、XL まで展開してますね。はい、以上ちょっと、今回は、5型絞って定番のロングセラー商品をご紹介してきました。この夏の、ね、商品選びのぜひ参考にしていただいて、いろいろな形、いろいろなコーディネートで皆さんぜひ楽しんでいただければと思います。はい、よろしければ、チャンネル登録、高評価ボタンぜひよろしくお願いします。